けど、でもこれもねこの辺もね唐と組んだり、まあまああんまり領域のねこの赤いのを当てにしないでください。なるほど、はい、わかりました。今この唐のことをお話になったのはね、非常に大きなことがあるわけですね。実は僕なんかはですね、つい最近まで、私歴史好きで結構勉強するんですけど、漢の次がまあもちろんぐだぐだはあるんですけど、唐で同じ中国人がやってると思ってたんですよ。実はね違うんですよ。漢までは中国人っていうかね、漢族というか最初の漢族、最初の中国の中原落葉を作った漢字ができる人、まあ種族はとにかくそういうところにいた人がやったのは実は漢だけなんですよ。それで漢の後漢唐草原民進で昔の言い方すれば唐なんですけど、唐に行くとこっから中国は20世紀まで全部中国人というか我々が意識している中国人ではない北の方の人たち、ここの人たちが次々と祖先がここにいたって書いてあるんですね。全部次々と占領してきたわけなんです。実は唐から以降はですね、ちょっとよくわかります。これはコペルニクスさん。唐から以降、つまり600年から今まで1400年の間、中国は占領国なんですよ。占領されてる国なんです。どこが占領したのって言ったら、北の方が次々と来るんですよ。北が来て、北が来るのは魏からなんですけど、乳母の来てですね、魏の時はまだ魏の王様は漢人、はい、でその雇い兵としていたんです。雇い兵がだんだん強くなって5個16国になったらもう雇い兵自身が王様になって、でこれは鮮卑族、これは鮮卑族なんですね。この李淵とは鮮卑族。ただしまあこういう名前姓になるから紛らわしい、紛らわしい。まあ、鮮卑っていうのはちょっとね違うところにおる人たちなんですね。で、まあ、悪い言葉僕は使ってるの、周りの人はね。だけどまあそういうということはねすごく面白いんですよ。もしですよ、これ全然政治的な話じゃないですよ、歴史的な話。日本が占領してもいいんですよ。それからこのフィリピンが来て占領してもいいんですよ。ここの領域はこの唐以降この地域で共通の土地になったんですよ。来た人が占領していい土地になった。なぜかっていうと人口がいなくなっちゃった。元のね新官の人が一度減ったから周りから入ってくるんですよ。で唐って有名なのが唐三祭でも有名ですけど、はい、長安は国際都市だった。なるほど。ペルシャ人が来た。で日本人も高級官僚になったって、はいはい、当たり前なんですよ。だってこれはもうそのユニバーサルユニバーサルになっちゃった。これ実はね非常に面白いんですよ。これも今日ここだけでもですねコペルニクスなんですよ。要するにもうね中国っていうのは唐って言ったらものすごい昔ですが、唐以来ですね国はないんですよ。もうただ土地があるだけなんですよ。その土地には人口もいないんですよ。それ全部死んじゃった。10分の1になっちゃった。だからしょうがないからねどっからか来るんだけど、その時に来るのを先ほど私言ったように必ず人間は北が強いもんですからね、その人間の生物的な機能から言って北が取るんですよ。シナ地方では北方民族が強くなり、その特徴は遊牧民ですから移動距離が非常に長い。もともとここら辺の草原をずっと相当中央アジアまで行き来してた人たち、その人たちが中国っていうか人のいない中原地方シナの土地というもののところに来た、黄河両江に来たという、こういうことなんですね。ですから我々が日本人として考えている国というのとですね全然違う。だからこそ城壁があり、我々のところは城壁がなく、日本という国があり、向こうはこの当時だって別に唐と言ってるわけで、別に中国なんて名前はもちろんないんですよ。シナっていうのは秦の時だからこれもないわけですね。つまり土地だけあったわけです。そこに占領軍が来て唐という国を作る。なんかが来て何という国を作る。だから国というよりは王朝なんですね。王朝なんですね。だから結局は支配種族の名前。支配種族の名前。これ李淵さんの一族のお家の名前。一族のまあ屋号という屋号みたいなそういったものなんです。と思ってください。まあこのね唐がね、もちろん歴史書には専門の歴史が書いてあるんです。宮脇先生の本だ、岡田先生の本だけどね、唐から中国は全部占領地だったということを知ってる人はねほとんどいません。その意味で、これはご存知になるとですね、今の見方が随分変わってきます。それで従っても必然的に唐の後に元が来る。唐の後またあるけどもバタバタと宋とか金とか遼とかありますけどね、南北朝になって大統一したのがモンゴル人の建てた元なんですけれども、
この人たちは当然今のモンゴル国がここにあって、はい、この辺から出てきた人たちで、もともとモンゴルの草原っていうのは大体ずっと広がってるわけで、これがね実はね大変紛らわしいのは、フビライが南に降りて、中国支配した時に王朝名を1271年元という名前を持つわけです。なるほど。でフビライ自身は1260年もうすでに大藩、大藩、モンゴル語で言う皇帝に。これはフビライは全体のモンゴルの全体の藩になるんでしたかね。だからチンギス・ハンの5代目なんですけども、まあ一応全体の藩となるわけです。ただまあもちろんもうロシアとかね、あっちの方は俺は嫌だとかいとこがいるんで、あんまり言うこと聞かないんですが、まあ一応全体の藩になる。それでその後で1276年っていうのがその南の南宋を滅ぼした年に、もうこの1260年に自分が即位した後、71年には中国の漢字の称号を持って、その後統一をして、それでこれが明の始まりなんですね。そうしますと中国史では、南宋が正統なので、南宋がある間は南宋だけを中国と考える。で南宋がなくなった1276年から元を中国王朝とする。そうするとたった100年もない王朝じゃないかと、こういうそのまあ違う言い方をするんですが、実際には1260年にフビライが即位したので、まあだいぶとずれてる。でしかもチンギス・ハンが即位したのがこれよりもさらに50年以上前なんですよ。でもこの時はここで即位した。ところがまた中国はですね、チンギス・ハンがここで即位した。ここは後中国王朝になった元の領域だ。だからモンゴル人は中国人だ、チンギス・ハンは中国人だと、こう逆転させるんです。ところが先生、それはねもちろん歴史家としては重要なことですが、私たちとして重要なのはね、この比較ね。いやっていうかね、唐と元は同じなんですよね。だって両方ともこれ鮮卑族、鮮卑ってのはどこら辺ですか？鮮卑はね、この今の内モンゴルの北部の出身です。ここの人が占領したのが唐で、この人はここが占領したのが唐で、ちょっと西の方。これね唐も元も同じなんですよ。ところが僕なんかね、唐と元が同じなんてね、元はね大体王様がカタカナで書いてるんじゃないかね。それで唐はね李なんとかってね中国じゃないかと、もうてっきりそう思ってたらね、いろいろ勉強するとね、これね今まで唐と元を分けてたのがおかしかったんだななんて思ったりねするんですよ。なかなかこれがねまた皆さんぜひね中国の歴史の本を読んでいただいてですね、唐と元と明もそうかな、まあ、あと今から話します。清なんかはっきりそうなんですけど、その外国の軍隊が中国を占領したんですよ。だから本当は日本も占領してよかったんですよ。ね、豊臣秀吉なんか来て占領してやれば、その時は日本という名前の中国になるんですよ。中国というところはないわけですから、シナという土地がある。昔清というシナが取ってた土地がある。その土地に次々と来たわけです。その来た人たちが屋号を持ったやつがそうなってる。ところが、ここで国民性がもう一つありましてね、日本人はできるだけ自分を小さく見せようとしますから、歴史もそういうふうに書くんですね。ところが中国人は何で大きく見せよう大きく見せよう、どっちが悪いってことはありませんよ。宮脇先生が言ってるように歴史は法廷ではない、何が正しいかなんて言わない。ただそういう性質がある。だから一番大きくなったところは中国だっていうのが向こうの人は、ね、なるほど。で日本人は最も伝統的に、日本書紀が言ったポトンポトンと落とした列島が本当の日本だと。だから広がったのはあれは間違って広がったので、戻った方が正しいと考える。バカですよね。バカかどうかありません。法廷でありません。明になります。はい。もう1300年から1600年、まあ日本では江戸時代に入る少し前、安土桃山時代から江戸時代の初期というような時期になってくるんで、相当近代的になってますが、これだけはね、漢族なんで、いわゆる、ただしもちろんその本当の神官の公営かどうかは明らかじゃないんですよ。ただ出身がこの南だってことです。ああ、なるほどなるほど。修験省の元々の出身が反乱の親玉だったんですか。そう、南京でまあできて、それから北へ攻めてきたんで、まあ非常に珍しい。なんでしたかね。小坊主の貧乏なね、家の出身でお寺で修行していて、それで黄巾族、白蓮教徒の白蓮白い蓮の、だからちょっと仏教のちょっと亜流のそういう反乱軍の首領になってのめきめきと頭角を現しという順番。